皆さんこんにちは。フランス在住の親指プチコです。今回はオランダセンターパーク後編です。パーク内でいろいろなアクティビティがあって、私はアドベンチャーコースにチャレンジ。多分地上から10メートルくらいのところに作られた吊り橋のようなところを渡りました。怖くて汗だくになりながらもなんとかクリア。その後は癒しを求めて牧場の動物を見に行きました。人慣れしているのか、どの動物もなでなでしてもおとなしい。羊の毛は意外とゴワゴワしていました。小学校で飼っていたチャボを思い出しました。フランスの田舎では意外と鶏を普通に飼っている人がいます。馬やロバもおとなしくなでなでさせてくれました。自ら撫でてもらいに来たかわいいロバ。このおとなしさ、うちの犬っぽい。この小鹿、子ヤギはなんと柵もなく放し飼い。なんて自由なのか。ちなみにパーク内では毎朝牧場の動物に餌やり体験ができました。小鹿たちは自由すぎてアルパカのテリトリーに入ってアルパカに激起こされていました。監視の目を光らすアルパカ。旅中は野菜不足になりがちなので、気持ちだけのミニトマトになんとなく体に良さそうなナッツでアペロ。その日の夜は現地のスーパーで買ったもので簡単に自炊しました。見た目からしていまいちですが、味はもっとひどかった。何がまずいってこの焼くだけのハンバーグの味付け。例えるなら激安のファミレスでいかにもチンしただけですみたいな嘘っぽい味付け。パンはまあすっごく普通でした。そしてこの前回も登場したチーズ、焼いてもプラスチック感が抜けず。翌朝、朝一でまた動物たちに会いに行きました。前日見られなかった念願の豚がお食事タイム中でした。豚の毛は意外と剛毛だと学びました。かっ歩していた鶏。小さい子たちも一生懸命食べています。鳥って瞬きしないんだっけ。一点見つめの仲間の横で落ち着かない鳥。昼ご飯は売店で買ったパン。これは意外といけました。現地のスーパーで下手に買って自炊するよりパーク内のレストラン、売店の方が無難かも。昼は晴れ間があったのでせっかくあるテラスで読書タイム。目の前の自然にも癒される。一緒に参加してきた犬にはさらに癒される。なんでこんなに可愛いのか、世界三大不思議の一つ。テラス×読書×自然×犬×コーヒー。
なんて贅沢な癒し時間。ふと見たら赤とんぼ。この時は8月だったのに、もうオランダでは秋を感じました。野生のリス発見。夜はパーク内のイタリアンレストランへ。室内だけど空が見える半分テラスみたいな空間でいい感じでした。パンいるって聞かれてまんまと頼んでしまったこの有料のパンが案外美味しくてびっくり。私はほうれん草とリコッタのカネロニを注文。お腹パンパンで帰宅して腹ごなしに犬を連れて散歩することに。最初は元気いっぱいの犬。ご覧の通り、だんだん歩くスピードが落ちる犬。息切れして本当はもう一歩も歩きたくない犬。ラストスパート。湖を見て帰ることにしました。少しくらい興味持つかと思ったら全く興味なく、1秒でも早く家に帰りたい犬。疲れて2人プラス1匹爆睡。さて翌日。自然の中の野鳥に癒されて一日スタート。プールには毎日通っていましたが、撮影できないので夕方にスキップ。最後の夜はパーク内のまたまたハンバーガー屋さんでテイクアウト。振り返ってみるとやばい食生活。さてお味はいかに。この山盛りポテトはまあ普通でした。問題はバーガー。私はチキンバーガー、彼は王道ハンバーガーを注文。チキンはあのスーパーのハンバーガーよりマシだったけど、やっぱり安いファミレスにありそうな嘘っぽい味がする。彼曰くハンバーガーはスーパーのと同じ味がしたそう。翌日、多分滞在中一番天気が良かった日はもう帰る日でした。あっという間の滞在すぎた。お金があればテレワークしながらセンターパークに住みたいくらい快適な場所でした。興味のある方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。次は引っ越しした新居での動画です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、ぜひ登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。